ということで皆様お元気でいらっしゃいますでしょうか。本日はですね、私のお気に入りのカフェ、ニクのモントルグイユというところにあるカフェから本日お届けさせていただくのは、フランスの生活ナンバーワン編でフランスの物価ということでどういう風に違うのかということをお話しさせていただけたらと思います。ちなみにですね、このカフェとかいろんなご飯屋さんとかが猫ちゃんとかワンちゃん一緒が普通に本当に可能でして、わざわざ書いてなくても当たり前のようにいいという感じで、子供よりも動物で騒がないんだったら OK という感じで、ここに JJ もですね、いつも連れてきて、彼はこの窓の外の鳥さんとかを見てるんですけどちなみにこちらのカフェの詳細もまた概要欄に載せさせていただきます。で、フランスの物価なんですけれども、為替の関係でやっぱりちょっと変動はするんですが、私がこっちに越してきた当初、コロナ前ぐらいは1ユーロが120円弱、今は174円ですね。それだけでもだいぶ違うんですけれども、そのエスプレッソっていう軽く飲むのは1ユーロ2ユーロで買えるんですけど、カフェオレになると 5.5 から6ユーロですね。で、170円換算すると850円とか。安いものは例えばバゲットはフランス革命でマリー・アントワネットとかロイヤルがギロチンされたっていうことがあって、すごく有名な日本でいうメゾンカイザーとかでもそこら辺のパン屋さんでもこのフランスパンの価格は1本で決まっていて、1から 1.5 ユーロなんですね。だからそんなに高くない。でも例えばこっちでおにぎり、大手のスーパーが出してるおにぎりを買おうとすると、この本当に変哲のないなんか酢飯みたいなおにぎりが5ユーロなんで、850円1個ですよ、1個で。あとはこう普通のパン屋さんで売ってるケーキとかちょっと果物とか入ると6ユーロなんで1000円ちょい越し。6ユーロはまあ普通ぐらいだな。で、この有名どころ、世界一取ったよとかそういうところに行くと、この6分の1カットで12ユーロするので、いくらですかね、2000、3000円弱ぐらいですかねっていう物価な感じなんですね。まだ毎月行き来していた時にでも、東京から越してきて一番最初に感じたのは、東京の3倍ぐらいの価格な、肌感としてイメージというかで、100均とかもちろんないし、安いものが何一つないっていう感覚です。日本だと電化製品とかいいものが安くてあると思うし、100均とかもすごくあるんですけど、そういったものは一切ないですね。なのでスーパーとかで売ってるオレンジジュースとか、例えば 500ml ボトルので 1.5 から2ユーロするとすると、もうそれだけで2ユーロだと340円ですよね。からその100円で買えるというか1ユーロで買えるものっていうのがまずはないですね。ほぼほぼ何もないと思います。こちらもちろんそのお魚大国じゃないので、お魚はとても高いんですけど、酪農大国なのでお肉とか少し安いイメージがあるかもしれないんですけど、この子に手作りのご飯を食べさそうと思って鶏のささみを買ったことがあるんですね。 500g 入り。それで 13.5 とかなので2倍で2600円だから2300円ぐらい。 500g、鶏の胸肉12345本56本入って、それでそこにまたビオとか名前がつくとさらに値段が上がる感じになりますかね。例えばすごく日本で恵まれてるなと思うところが、1000円ランチって結構いっぱいあると思うんです。美味しい1000円ランチ、本当にいろんな定食でいろいろ入ったものが1000円で食べれる。それが10ユーロの感覚なんですけど、10ユーロって1700円なんですね。ポールとかのバゲット、大きなバゲットの中にサンドイッチみたいにちょこっとハムとレタスとって入って、あとボアソン1個飲み物、それとデザート、粉系のデザートで10ユーロ、フォーミュラって言うんですけど、それで1700円な感じですね。じゃあおむつとか安いのって言われると、前は東京でちょっと拠点があったので3ヶ月ぐらい帰ってることがあって、おむつとか買いに行くんですけど、すごいこのドラえもんのおむつとか結構お安く1320円とかでいっぱい入って買えるんですね。こっちめちゃめちゃいいお値段してですね、倍は3000円とか同じ分量買おうとするとしてくる感じで、粉ミルクも私が母乳がほぼほぼ出なかったんで、もう最初からずっと粉ミルクだったんですけど、 800g で22ユーロ、4000円はいかないけど3500-600円っていう価格帯です。で、なんか昔のサイトとか見てたら子供産んだら16万もらえるとかあるんですけど、基本一切なくて、多分そういう補助がもらえるのはほぼほぼ生活保護ぐらいのインカムとかじゃないと、一切もうそういう時給ゼロ。例えば日本って子供産んだらその東京都から10万円分のアマゾンギフトみたいなのがもらえると思うんですけど、そんなん一切ゼロですね。本当にみんなどうやって生活してるんだろうぐらいの勢いで、安いって呼ばれるものはないんじゃないかな。
で、あと、その日系の食品を売っているところがあって、どうしても食べたいって時は、アムステルダム日本社かながある、イワシフライの冷凍とか買うんですけど、5匹か10匹入って1700円で売ってますね。もうそれが一番安い、底値って感じです。お友達のカップルとプティバオーミっていうなんかちょっと香港系のご飯屋さん行った時に、大人4人子供1人で、昼ランチですね、ヌードルとかそのご飯物を大人が4個頼んで、子供のお子様ランチ、あとみんなでつまめるみたいなのを2、3頼んで、それで100ユーロなので17,400円がランチです。なんかもうこれ多分日本だったら5,000円か7,000円ぐらいで食べれるんじゃねっていうのが、1万円間違いなく超えないと食べれないよっていうのがパリの価格な感じです。ただやっぱり国がちょっと結構きちんとしていて、普通タックス消費税 20% なんですね。でも例えばおむつにかかるとか生理用品にかかるのは 8% だったり、そういうのが細かく変わっているので、例えば本当も生活保護の人だと無料支給になるのかな、ちょっとわからないんですけど、そういう意味で弱者には非常に本当の弱者には優しい国だと思います。中間層には何一つ優しくない感じですね。